こんにちは。今回はダンジョン飯第20話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。みんなして猫可愛がりですわ。まさに猫娘。今日も面白かったな。ダンジョン飯。ゲームでたまにいる時々こっちの命令を無視するみたいな見方が増えた。井堤ももう仲間だ。最近作が安定してていいな。下流あたりやばかったけど持ち直した。昭和みたいなオチ。オチ担当マルシル。千本木良い演技だ。さすがは帰宅部出身声優四天王だけはある。代表作はボッチザロック。買った名が母だろ。タデちゃん辛い人生を送ってきたんだな。タデちゃんの方が可愛いじゃないか。日常のタデちゃんの可愛さはマルシルに匹敵するじゃん。少しの面倒に負けたよ俺は。タデはとても良い。タデちゃん可愛すぎる。井堤可愛いな。単なる美少女に猫耳生やしただけのキャラじゃなくてちゃんと猫っぽい。ああやって川の字に引っかかれると治りにくそうだな。このまま進んでいけばいつか狼肉飯も出るだろうか。面白かった。井堤可愛い。この2話をまとめてやるのは井堤に無駄なヘイトも向きにくくなるしよかったな。俺もヘイトたまるんじゃないかと思ってビビってたけど、視聴者も猫の生態に理解があって優しく見守ってる感ある。エンディングも井堤追加いいな。期待通りオープニングとエンディング変えてくれて嬉しいぞ。ゴーレム戦のアクション作画がかなり良かった。それにしてもタデちゃんいい子すぎるな。井堤可愛いね。引っかかれてもいいからも振りたい。井堤本当に可愛いはやばい。にゃんこのしつけがうまくいってよかった。なでなで。オープニングで比較すると井堤色白だな。あれは白い体毛なのか。ワイも戦士に偉いぞ言われたい。マルシルが強いってずり落ちるとこさらに分かりにくくなってたな。なんでそうしたんだろう。マルシルの顔に傷が、ライオスの顔の傷も消えてたし、魔法で治るのかな。猫ムカつくからあんま好きじゃなかったけど、強いしなかなか美人だから少し許す。猫はやらかしてもやんちゃだなーで許される。この猫娘って城のところにいた忍者っぽいやつ。はい、離脱してこっちに合流した。これで来週あたりでカナリア隊が出てくるのかな。エンディングも井堤増えてるのね。今回も楽しかったよかったね。でも次回はもっと楽しみな回だ。そもそも魔物と動物は何が違うんだ。ダイヤウルフとか魔物要素何よ。バロメッツがなんでカニ味やねんってなると思うけど、実際に残ってる伝説でカニ味だったって記述があるのだ。マルシルママの話以降急速に元気になるんだよな。お前らも今週の話を見習ってコオロギくらい文句言わないでくれよ。ゆるキャンの渓流そばにイナゴの佃煮がついてきたけど、あれ食べたんだろうか。漢方で打退薬として使われてると聞いて。バロメッツとか人々の想像や妄想の面白いところだな。麺が取れるから羊だろという強引な発想。なんでカニ味なのかは知らんが、次回ついにあの人たちが登場か。井堤もタデもいいキャラしてるな。それはそれとしてバロメッツの容体が黒すぎてビビった。乳首の数は1体。乳首の数より耳がどうなってるかが気になる。井堤が本気で引っかいたらあんな傷じゃ済まないからかなり加減してる。サウナ会だったか。戦士イケメンや。今日は作画がすげえよかったな。ライオスずっと目隠しされててわろた。サウナの最中ずっとやべえやつ扱いで目隠しされてたラリオスそう。乳首の数気にするのかよ。魔物としての獣人ならマーキになるのもわからんでもないが、尻尾の付け根はやべえな。井堤の乳首の数を知りたいライオスは変態。戦士に手が当たってマルシルに謝るライオスいいよ。マルシルとライオス、何気ない互いへの仕草が夫婦だな。井堤の投入、迷宮再攻略までにパーティ4人のキャラクター性はすでに完成されてきた感がある状況なので、ここに1人トラブルメーカーぶっ込んで各人の強まった属性の掘り下げと新キャラとの関係構築で
この辺りのキャラの投入タイミングをきっちり計算してるのがすごい。久々だわ。ダンジョン飯締めだ。伊豆摘がライオスパーティーの中で着々とめでられキャラになりつつあるな。反抗期もキリキリとがってるのも、それぞれの距離感で受け入れる余裕があるの。種族ごったにパーティーの良い部分だよな。確かに嫌悪感というのは理屈じゃ解決できない感情の問題だけど、目標があるのならそれを乗り越える必要がある。それにそれが良い結果をもたらすことだってあるしね。にしてもマルシルさんやうまそうに食ってましたよね。何を美味しいと感じるかは千差万別だけれど、何かを美味しいと感じることは万人に共通だ。それが多分世界を一つにする可能性なんだろうな。それはともかく、タデちゃん結婚してくれ。何でも食べさせてあげるから。しかし海藻のタデちゃんが等身大の可愛さで、伊豆摘に対してもフラットに接してくれた相手だったから、良い思い出が残ってるんだな。名前呼び間違えかけたし、本名を知ってたってことだもんな。伊豆摘はまだあんまり好きじゃない。多分意図的に異分子として描かれてるけど、伊豆摘がいると海藻でタデちゃんが出てくるというアドがあるということが判明した回だった。いやー、今回の話って美味しんぼのクジラ食わない外国人の話にものすごく近いところあるよな。結局食わないとわからないし、加えてダンジョンという逃げ道のないところでの食べ物を補給せねばならぬから食べなきゃいけないよなという話やな。来週もお楽しみに。勝手気ままに振る舞う伊豆摘にハラハラしたが、ライオスたちと触れ合って少し心を開いたように思える締めが良き。特に最後の撫で回し、ひっかきは若干照れを感じてにやけた。こういう徐々に好感度上がっていくタイプのキャラは気づいたら虜になるよね。今後が楽しみだ。伊豆摘が可愛く見えてきた。魅力あふれまくってた回だった。3人はしつけする保護者かな。伊豆摘の描き方戦闘もあるけど食を通してっていうのがダンジョン飯ならではって感じがする。マルシルが伊豆摘に行ったことでブーメラン。それとの髪型がいろいろ変わって可愛い。作が全部可愛かったな。伊豆摘が動きつくとさらににゃんこで可愛い。今までの衣装に慣れてたから冬服が新鮮で好き。マルシルのこの髪型、なんかお姉さんでいいよね。伊豆摘が入るとマルシルのお姉さん味が増えるとこ好きなんだ。夢の中に猫の絵あったし好きそう猫。気まぐれ猫伊豆摘のしつけ物語。集団行動や仲間という概念を知らずに来たんだね。それでも共闘したチルチャックや粘り強く教えるライオスやマルシルに徐々に伊豆摘の心が動いていく様が繊細で素晴らしい。最後にタデの言葉を思い出し、本当の腹落ちする展開も良いね。今回も良かった。伊豆摘は漫画では正直好きになれなかったが、声がついたら魅力が10倍以上アップ。神戸さんのことを知らなかったので少し不安だったけど、今回のエピソードで最高にフィットしてることを確認できました。この作品、どのキャラも声が俺と解釈一致しすぎてて怖い。オープニングにも伊豆摘加わってる。寝相悪いところも可愛いね。ハリーも加えてほしい。ライオスの威嚇、もっと見たいな。なんなら前は入ってても良いくらい。多少遠回りしてもたどり着ける。嫌なこととの向き合い方をせえ。悪の二極で割り切らないから。怠けようとする気まぐれさを包み込んでいて、ほんと優しく資料に富んだ伝え方。真に恐ろしいのは迷子、孤立することだもんね。オープニングで皆の手を取りに行けた伊豆摘ならきっとこの先も大丈夫。学びがある回。雑に扱われるライオスは横に置いといて、伊豆摘に集団で行動すること、何かを食べて生きてることを教えるマルシルたち。誰かに何かを教えるためには、それを深く考え言語化し、自身も学ぶことになる。適材適所、義務と自由。食べて寝てその時々選択する日々。やりたくないことをなぜしなければいけないかに対する我慢を避けると本当にやりたいことができないからという。こんな明瞭な答えは他にない。呪いを解くことを目的とする伊豆摘というイレギュラーな存在が加わったことで、一行はより結束力が固まった印象を受けた。最後までご視聴いただきありがとうございました。
皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。